はい、ということで白井醸造さんのここはなんていうのショップはい、の方にやってきましたということで、今日は白井醸造の3代目4代目失礼しました白井醸造4代目内田圭也氏に来ていただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたしますということで、今日はですね、ちょっと先ほど中川さんの畑に行ってきて、前回去年の9月に収穫のお手伝いさせてもらった時にいろいろこう根っこの話とかあの辺のね土を掘って実はね日本の土壌っていうのはこうなんだよっていう話も聞きながら、はい、やっぱり時代はねこの白井醸造4代目圭也君の時代、いやいやまだ修行がまだ足りないですよ。すごい層が厚いんですよね。山梨のワイン業界でいうと、父の世代が大体70代ぐらいの重臣たちがいてでその下にやっぱりちょっと若手の人たちが、いて、その下がちょうど僕らかなっていうところですね。70代ぐらいの人たちと40代ぐらいの人たちと、2、30代の僕らっていう感じが今あるのかなっていう感じですね。そうは言っておきながらも去年一昨年だっけ花火のありがとうございます。花火とワインっていうなんかその発想、しかもそれを実現しちゃったところなんですよ。あの辺のね行動力を僕は見ててすごいな。やっぱりもうこれからの時代はそういう風に契約の世代がやっぱりこう新しい発想で新しいことをこうしかも勢いでバッとやってしまうみたいな、そういったのがすごく多分重要なんだろうなっていうのがあったので、本当ね、周りに助けられて花火の企画もそうですけど、ワインっていうと地場産業なんですよね。その地場産業としてこう地元に根ざしたものなので、それをこういかに皆さんに知ってもらって、さらにその地場産業である花火屋がたまたま悪友で本当に小学校6年生の時からずっと一緒だったんですけど、小学校6年生の児童会で初めて会って、もうその時に瞬間的にこいつとはもうずっと地場産業、お互い花火も地場産業、ワインも地場産業で長い付き合いになるんだろうなと思って、彼もドイツに修行してて。そうなんです。僕もフランスで修行してて。ドイツって花火の修行な。花火のプログラミングとかってドイツなんですって。そういうか。音楽と花火みたいなそういう仕組みはもうやっぱりドイツがすごいみたいで、それでドイツに彼も留学していて、僕もフランス留学してて、そうじゃあ一緒に何かできることはないかなっていうので、多分ね花火の動画のあたりは編集だと思ったけどそういうのを見てるとやっぱりね、これからはそういう発想で引っ張る必要はないけどやりましょうって言って進めてしまう、そういう時代が来たんだろうなっていうのを本当に直感で思っていたんですよ。そういうのも含めていろいろ契約にフォーカスしたいなっていうので今日時間をいただきました。ありがとうございます。ということで今目の前に甲州ありがとうございます2023、そうですね、新ヴィンテージですね。新ヴィンテージがあるのでちょっとこれをいただきたいと思います。はい、いただきます。いただきます。いいね、香りと香りがいい。ダントツですよね、この香りっていうのが。この中川さん全然香りが他のブドウと違う。香りのニュアンスが、今結構温度帯ちょっと高め、キンキンに冷えた感じじゃないですけど、温度帯によってやっぱり出てくる香りがこう変化していくっていうところが、この僕中川さんのすごい面白いところだと思っていて、今のこれぐらいの温度帯だと橙とか少し苦みを持ったような若蜜の香りっていうのがありますけど、最初結構冷やして立てだとライム系の香りとかもね出てくるので、本当にいいなって思いますよね。香りがここまでこう際立っていながら飲んだ時にもこうスッと消えていくっていうよりはちゃんとこう厚みというか、ワインの部分にもあるっていうのがうちの作りの面白いところかなと思ってるんですけど、それ言いながらやっぱりこうね酸がしっかりしてるよね。そうですね、酸がすごいしっかりしてる。これ最初から最後までこう一本筋が通るような酸がずーっとこう伸びていって、いやこれは今年もこれ総なめするんじゃない今年はねみんな品質がいいんですよ。そうか山梨全般的にそうね。2023年がすごい良かった。ものすごくいい年なんですよ。みんないいって言ってるんで
ブドウがいい年っていうのは作り手はもう本当に大変ですよね。言い訳できないんで、プレッシャーが。プレッシャーだよね。こんなにいいブドウ作ってたのになんで勝てないのみたいな、そういう話になると、こんなブドウが出てきてるのにこんなワイン作ったのかってならないように頑張らないとねっていうのがプレッシャーで、ちょっと辛いところですよね。そうですね。悪いものをよく作ったらよくやったって言われますよね。いいものをよく作って当然だろう。だからきっと今年の山梨ワイン全部美味しいはず。ああ、なるほど。ということで山梨ワインは2023年ヴィンテージはみんな買いです、はい、でもその中で特にやっぱりおすすめはありがとうございます、これすごいわ。だってこれ本当に今まで日本ワインってやっぱりこう比較対象をやっぱりヨーロッパとかフランスイタリアのぶっちゃけて言ってしまうと本当申し訳ないんですけど、やっぱりこう1000円2000円台のワインと比較してじゃあ日本ワインってどうなのっていう見方をされがちじゃないですか。日本ワイン飲むなら、極端な話フランスの1000円のワイン飲んだ方がいいわっていう僕じゃないですよ僕じゃないですからね僕じゃないですからね。そういう人もやっぱりたくさんいるので、でも今そうではなくて徐々にこうクオリティが上がっていく。当然醸造方法もそうだし土の作り方からもそうだし、それこそケイ君すごいね、やっぱりこの土壌の研究をしてみて、こういう土壌だったらこういう風なパターンが作れるとか、なんかそういった研究も今どんどん進んでいく中では、でもそれを先んじてやってきてるこの中川さんのこのブドウは本当にすごいよ。いや本当中川さんのその努力の賜物というか、ここまでしっかりとしたブドウができてくるっていうのは本当なかなかないことなので、でも言うても今年で91歳。そうなんですよ。あと何年中川さんができるかなって、いやそこら辺も含めてですね、技術の継承っていうものがやっぱりみんなでしていかなきゃいけないよねって今ちょうどね話をしてるところなんですけれど、後継問題どうしはるんかなっていう、なんか作戦あるんですか？みんなで頑張っていきましょうっていうところが一番のところですよね。中川さん今まで一人でやってきたところを、白百合としてチームでちゃんとやっていきましょうねっていうことを今話をしながら、うちも今そうですけど全部の畑に全部回ることはできないんですけれど、中川さんの畑に関しては中川さん一人で大変なところはうちのチームでみんなでこう行って中川さんのこう思いを聞きながら畑作業をして、思いとともにその作業もちゃんと引き継いでいってもらうっていうことをちょっとずつでもこうしていきたいなっていうのは今年あたりから始めたところですね。今日見る限りであと10年できるん違いますかっていう話をしててものすごい元気ですからね。いやー本当にご挨拶した時に中川さんおいくつになられたんですかって一番最初に聞いてしまった大変失礼だったんだけど、いやでも本当に見えないです。いややっぱりあれだけ若々しくね本当に生き生きされてるのはやっぱり仕事としてやっぱりちゃんと農作業じゃないけどやりがいを持ってやってらっしゃるんだな。そうですね。やっぱりこうブドウに込めるこう思いっていうものの強さ、その日常生活からもそうですけど、本当にこう紳士でジェントルマンでこう全ての物事に対して一生懸命でっていうその姿勢がやっぱりこうブドウにも現れてワインにも現れてくるんだろうなというふうに思いますよね。謙虚に生きよう何の話やねんけど僕結構この中川さんの、スタイルというか形というか、これが結構山梨のその未来のワインにつながってくるかなっていうのを僕の中で思っていて、中川さんのその土壌からこう本当にブドウ栽培から全てをこうちゃんと考えてこの畑を区画でちゃんと作っていく、ブルゴーニュの特級クラスグランクリュじゃないですけれど、中川さんの畑本当にそれこそグランクリュだと思うんですよね。もう全ての作業から一つ一つのその考え方からこうテロワールっていうものを形成できるものっていうのが全てこの畑には揃ってるなっていうふうに思っていて、こういう畑が今後どんどん増えていって、一つ一つの畑にこう個性を持ったワイン作りっていうものができていくと、より山梨のワインがこうバラエティ豊かになって、こんなにこう甲州って言っても畑によって違いが出てきて、こんなに作る人によって思いで変わってくるんだなっていうことが今後のワインの面白さにつながるんじゃないかなっていうのはすごい思ってますね。ワインっていわゆる農作物の恩恵を受けて作られてるんだけど、ちゃんとそのブドウ農家さんに対してのリスペクトがあって、あえて中川っていう名前を付けられたっていうところも、これって世界にあると思ったらあれないよなって。大概ね醸造家だったり、あるいはその会社の社長の人の名前だったり社長の娘の名前だったりっていうね、そういうのは名前を付けたワインってよくあるけど、ブドウ農家さんの名
前を冠したワイン、ましてやシングルビニールでしょ。そうですね。シングルビニールだと大体作った人たちが俺のワインだって言って、ブドウ農家じゃなくて俺のワイン、そういう売り方をするのが通常だったので、そこを中川さんにフォーカスしたっていう、白百合醸造さんの、そういうマインド、やっぱり人大事にしようっていう部分の表れだなっていうのはすごい思うんですよ。本当にその中川さんっていう人のおかげでこれだけ美味しいワインができているよっていう、醸造家、ワインを作る人っていうのはブドウにちょこっとこう手を加えるっていう、やっぱり美味しいブドウがなければここから美味しいワインができないよっていうところで、うちでも今自社畑っていうものも今、3ヘクタールぐらいかなになって、だんだん徐々に増やしていってはいるんですけれど、本当にブドウから最後のワインまで一生懸命みんなで取り組んでいくっていうことが大事だよねっていうことで、自社のワインもちゃんと管理をしてブドウを農家さんと一緒に作っていくところもしっかりとこうフォローしながら地域の産業としてですね末永く残るようにやっていかなきゃいけないんだろうなっていうのは思うところです。僕がなんでこういう気持ちになるのかっていうところですけど、やっぱりその先祖代々やってきたっていうところで、その山梨のその歴史的な背景っていうものが今のうちのワイナリーのこのアイデンティティにつながってると思うので、それをやっぱりしっかりと受け止めた上で次何できるかを考えなきゃいけないと思うんですよね。もともとそのワインっていうのは父の時代には本当にブドウのこのカスで作ってた時代があるわけで、食べれないブドウをワインにして、で需要競争用に陽明酒ですよね。で一升瓶で全部売ってて醤油より安かったっていう話ですからね。そうですよ。昔月桂冠とかの木の箱ですよね。あれ10本入りなんですけど、その10本入りに、こう持っていくと大体それに1本つけてあげて11本で売るみたいな10本買ってくれたら1本つくよってどうだいっていう、地域の人をまとめてみんなでワインを作ろうって言ったひいおじいさんがいて、それをちゃんとワインとした産業にしようって言ったおじいさんがいて、醤油よりも安いワインで美味しくないものを作るんじゃなくてヨーロッパに負けないワインを作るんだって言ってフランスで修行して戻ってきた父がいて、でその世代の人たちのまたその下にはまたフランス、南アフリカもそうですし、いろんな国に行って帰ってきた世代の人たちがいて、でそれで今我々なんですよね。今新しいワイナリーさん始めるところは、畑と一緒にこうワイナリー始めるっていうドメーヌ形式のところが多いですよね。多いんですけど、古くからあるワイナリーっていうのはもともとその畑を会社で持ってなかったんですよね。でどういうことかっていうと、世界大戦終結後にGHQ がこう戦後農地開放っていうのを行って、地主制度っていうものがなくなってこう小作民に畑を分け与えるみたいな施策があった時に、昔の話でいうと本当農家の長男しか畑持てないよと、1ヘクタール以上持っちゃダメだよみたいな決まりがやっぱりあって、農業法人なんていうのもつい最近出来上がったもので、だからそれまで畑を広げることがなかなかできなかったんですね。なので古くからのワイナリーあんまりこう畑を持ってやってるっていうところは結構少なくって、うちだと一番最初始めた農家さんは18軒ぐらいの農家なんですけど、今72軒ぐらいの契約農家さんと一緒にどんどん農家さんが広がっていって一緒にやってるっていうのがこのワイナリーの特徴なんですよね。ヨーロッパ、イタリアの方で行くと共同組合みたいな、そういうイメージが強いのかな。そうですね、そういう形でやっていく中でこう中川さんみたいに本当にこうブドウを真摯にやってくれる農家さんに今後やっぱりフューチャーちゃんとしていって、ブドウ作りからしっかりうちの会社やってるんだよってことを、見せていかないといけないかなって思うところですね。業態変わればじゃないですけど、やっぱりこう一歯車の一つとして見られるというよりも、歯車じゃなくてそこには技術があって知識があって、その技術をきちんと評価できるそのシステムっていうのが社会の中でやっぱりそれが重要だっていうもちろん言われてるんですよ。その発想を広げていって、それこそビーニで中川じゃないけどビーニでバルバルなのか何なのかどなたか出てきてもねいいだろうなと思う。そうね、もしかして後藤さんがいるかもしれないしねそうですね、いつの間にかブドウ作ってるかもしれない。工作オフィスも今どんどん増えてきてるんですよ。山の方の畑できる人たちがぜひ若い方々が山梨来てもらってで90歳に比べたら全然後藤さん若いですからね40年ぐらいあるからね長野はすごい今新しいドメーヌって増えてるじゃないですか。長野、北海道、異常に増えてるけど、山梨で新規って難しくって、今結構増えているんですけど、山梨もかなり増えてはいるんですけれど、山梨って僕もできる畑増やしたいなと思って県に畑ないですかって聞きに行ったことがあるんですけど、山梨は温子林が多いんですって。
天皇から賜ったはい森ですとか山ですとかがそうなんだ、多いので、個人所有のやっぱり山というか少なくってこう造成開墾っていうことがなかなかこう進まないので、まとまった土地をこう提供することが山梨はとても難しいと。そうなんです。そういった意味でも長野や北海道っていうものはかなり広い土地をこう所有してる方がいて、そこをこう造成してっていうことができるみたいなんですけれど、そう山梨はね本当にそこが難しいっていう話をされていて、それも一つねワイナリーが増えない原因なのかなっていうのも思ったりしますけど、ワイナリーの増えた方がいいのかな、集約していく方向に行った方がいいのかな。僕の個人的な意見としては、消費者の立場から考えれば選択肢が増えていくっていうことはすごい大事だなっていうところと、あと作り手の目線から見ていくと、やはりそれだけ産業が大きくなっていくと、そこにこういう話していいんですかね、あんまりワインって面白くない話になっちゃうな産業が大きくなればそこにそれだけのこう投資されるものがこう増えてきて、例えば機械が安く買えるとか、量がたくさん出てくればワイン用ブドウに特化した機械ができるとか、こうスケール的なメリットっていうのはあるのかなとか思いながら、ただやっぱりその品質の低下っていうところは一番の問題で、それがフランスなんでないのかなって考えた時に、子供の頃からじゃないですけど、今でも山梨でもそうですし、長野でもちょっとずつこう農林高校とかでワインを学べるコースができたりしてきてますけど、徹底的なその教育の仕組みが出来上がっていて、フランスだとワインが国家醸造士みたいなね、国家資格でワイン作るのがあったりしますけど、日本も今どんどん進んでますけれど、そういった仕組み作りっていうのは絶対必要だし、みんなで美味しいワインを作ろうよっていう心意気がね大事だろうなって思いますよね。フランスも初めて行った時やっぱり思ったのが、ワインって一産業の一商品とは誰も思ってないんですよね。そうですね。国策の中でやっぱりこう国を動かすぐらいの貿易産品であって、それをまた守ろうとするその国の姿勢っていうのも感じるし、そう補助ももちろんあるしサポートもあるしっていうのをすごく感じたんですけど、振り返って日本の農業ってどうなんだろうと思うと、これあんまり言うと政策批判になるのかなやばいか。日本のその仕組み的に行政としてもすごいこういうなんかすごい政治的な話になってきてあれですけど、ちょっとやばいなよく市町村で、みんな担当する人が言うのも大変な部分っていうのは、やっぱりこう農林水産業で農業のブドウっていうものと酒税法上のワインっていうもので、ここのね違いっていうのがやっぱり日本はワイン法がないっていう部分も含めて、こう一貫してこう取り扱える本当は6次産業の最たるものだと思うんですけれど、それがこうある意味での農作物って見られない観点っていうのも日本ではあるのかなっていうのは、いろんなところで感じるところではありますよね。このチャンネルを見てる人たちはそんな政治の人たちはいないだろうでもそういう問題もあるんだよっていうことを一応ちょっと考えておいてもらうきっかけになるといいなと思います、ワインでもロビー活動やりますからそのうちこうワイナリーから政治家が立つみたいなそうですスケールの大きい話にはなりましたが、そういったこともトータルで含めて白百合醸造の今後っていうのを一言で表すと、いかにこの産地でテロワールっていうものをしっかりと作っていけるか。テロワールはあるものなんですけど、それをちゃんと再発見して皆さんにちゃんとお伝えできるようなワイン作りを目指したいなって思ってます。ありがとうということで引き続き白百合醸造を応援していきます。じゃあまた次回。ありがとうございます。今年スパークリングすごいいいんですよ。色がねすごい綺麗ですよね。そうね。背にしてできたものがこれで、残ってる方が樽のベリエとかに、ね、なるわけです。樽のベリエの濃厚な味わいはここからこのスパークリングから出てすごいね。すごい強い。ガス圧がいいですね。桜の時期にいいですよね。ねえ本当に。はい、これいいですね。ぐいぐいいけちゃいますね。これはねお花見にバッチリだと思います。美味しい。ペリエの逆にこのなんかちょっとふわっと優しい甘さを感じるところもこれさらにいいですね。
こう酸がすっきり伸びながらもこの柔らかいこうふわっとした感じがちょっといちごの香りもちょっとそうですね。ちょっとこう綿菓子っぽいこうふわっとした感じの甘さが、これ以上冷えてっても美味しいと思うけど、でも美味しいと思うけど、でもこれぐらいでも全然いいですね。温度下がるよりもこれぐらいの方が量は飲めるのかなって、で香りも立ってこう甘さも出てくるから飲みやすいと。世の中本当になんかドライとかこう甘さをなくしてみたいなあるけど、いや甘さがなさすぎるものを飲み続けられますかっていうと、もうそのうちなんかこの辺イガイガするから飲みにくくてしょうがない。だから甘さってやっぱりこううまさであって飲みやすさであってリッチ感であって、そうですね。そうって思うんだけど、なんかやっぱりねマーケット的にはねドライとかカロリーですね。いやこれ買いだな。ラベルも可愛いですね。ラベルも可愛いですよね。女子受け結婚式とかいいよなっていう。なるでこれの今甲州が瓶詰めが終わる予定、はい、甲州も同じ感じの雰囲気で行こうかなと思ってて、なるほ甲州も楽しみなんですよ。ど。続きましてのこれだな。山梨甲州ですね。全然別物だな、これ比べちゃいけない感じだな。いやもちろんね美味しいんですよ。香りが全然違いますね。ね若干こう口の中で最後感じる残糖って呼ばれるほどでもないぐらいのちょっと甘さがあるんですけど、この甘さの部分ですごい相性がいいのがポテトサラダとかほうほ合う、なるほどね。わせるお料理をそういう系にしてもらうと、でちょっと熟成なんかしていくとポテトサラダにぶりがっこ加えてみたいなこうすごい相性が良かったりします。フィンガーフードもね。はい、そうなんです。じゃあせっかくなのでこれもいただいてよろしいでしょうか。右から20数年作り続けているリエットです。豚肉にうちの甲州を入れて、あと月桂樹の葉とお塩、それだけで煮詰めて、あとすり込みで潰しました。次はスモークサーモンとチーズとマスタードでディルがあります。でその隣が下からきゅうりとオリーブと、それから私が作った干し柿、柚子を巻いた干し柿とレモンとトマトですけども、これは一個一個じゃなくて全部を一度に口に入れていただいて咀嚼していただくとワインに合わせやすいです。でその隣はアンドデックス、これは私のお友達が焼いたものです。黒いのは説明しないと皆さんなんかオブジェだと思って食べないで帰っちゃうんですけど、イカスミを入れたグリッシーです。はい、はい、ありがとうございます。フィンガーフード協会講師、はい。特使だ。美味しい。食中だと全然変わりますね。まあやっぱり合わせると全然違ってきますよね。全然変わりますね。じゃあ続いてはレモン。はい、復活した。2年ぐらいなかったんですよね。そうですね。確かね。そうですね。もうちょっとなかったら7年か。あ、レモンこんな味だった。はい。そうだ。思い出した。こうやっぱりデラウェアのその感じがこう加わってるな。甲州単体じゃないよね。やっぱり甲州単体で合わせていくお料理と、またこうデラウェアがブレンドされることによって合わせていくお料理って変わってくると思うんですよ。甲州単体では取りにくいこうバランス、味わいの部分で後味の部分に出てくるこのデラウェアの感じっていうのがうまくこう整えられていて、僕結構おほうとうとかも美味しいんじゃないかなって思う。美味しいと思う。続きましてレモン赤ライト、これは何をブレンドしたんですか？メルローとかプチベルト、その年にこう取れる欧州系の中で決めていく感じですけど、まあでもベリエが主体です、これもそうですけど、こうベリエ単体よりももうちょっとこう口の中で複雑味が出てくるので、鶏肉っていうよりは脂身があってもいいのかななんて思ったりする。どれを買おうか迷っちゃうな。中川さん飲んでもらっちゃったからな。中川さんワインとしてもいいですし、人としてもいいですからね。ああいう人になりたいなと思います。いや本当にねそう思います。あと言っても僕10年ぐらいで多分隠居の道を走るんですけど、なんかそういう方向に行きたいな。第二の人生はじゃあブドウ作りますか。ブドウ作りで。今日は長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。また引き続き5月6月また、はい、わかりました。お待ちしております。
内田圭足にしてやありがとうございました。お酒の大学チャンネル510動画のご視聴ありがとうございました。面白いなと思ったらいいね、そしてチャンネル登録をお願いします。リクエストがあればいろんなことにも答えていきますので、ぜひコメントを寄せてくださいね。ではまた。